日はホンダのね2024年に登場した WRV に乗っています。グレードは Z プラス、一番最上級のグレードですね。お値段250万円で、この車に乗りながら今走っていますので、車でね感じた特徴なんかを述べていきたいなと思います。今日はねちょっとねまだ新しい車なのでズバッといきたいと思います。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。まずね長所短所結構はっきりしていていいなと思うのはサスペンションの質感、それからリアシートの乗り心地とかね、座り着座感とか、そのあたりはもうすごくいいです。で、あとハンドル周り、このあたりのね上質さとかすごくいい。で、逆にもうちょっとと感じるのがエンジンの質感ですね。これホンダ車なので、ホンダ車でしかも4気筒ということでね、期待されるとちょっとと思っちゃうのかな。もしかしたら個体差というのもありえそうですけれども、まだ4000何百キロ、今5000キロかになったぐらいのオドメーターの新しい車なので、とりあえずねこの車で感じたこととして述べさせていただきます。それからあと静粛性かな。車自体ねすごく上質なんですけれども、静粛性の部分ではねやっぱりちょっと割り切りを感じられると。で、あと装備なんかに関して言うとね、これはもうね何でも求めたら車はどんどん値上がっていっちゃう。もう軽自動車300万もね、もうすぐみたいなところまで来てますから、そうね、そうなっていくと何でもいいものって値上がっていったものってのは結局安いものにとって買われていっちゃうっていうのがね、家電なんか見たら分かりやすいかな。そういう未来が待っているので、ある程度ね割り切っていいもの欲しい人は高いクラスを買ってみたいな方がね、要するにこの WRV みたいな商品価格が多い方が、車全体としてねまだまだいけるのかなと。で、それで考えると走る部分とかね、もう全然悪くないどころか結構すごく、結構とすごくはおかしいか、でいいんじゃないかと感じられるところが多いんですよね。じゃあちょっと乗り心地の話からいきますね。足回りの質感がね高いです。柔らかいわけではなくてね、ショックアブソーバーがじわっとね抜けているところがあって、しかもそれがじわっとしているところがあって動き出しがね柔らかいです。で、タイヤはね音からするとそんなに柔らかくなさそうなんですけれども、トータルとして見てねすごくね丸い乗り心地。それで吸収できる上限を超えちゃうと硬いところ出てきます。ただね前後シートともに共に質感感じられますね。この辺り自分がいいなって言っていた、同じぐらいの価格で言うとカローラクロスのガソリンモデル、それよりも気持ち引き締まっていて気持ち質も高いかなみたいなね。最初の動き出しの領域がちょっと大きくて、しかもそこは支えてくれるかなといったところですね。で、ホンダっていうとリア固めの車が多いですけれども、前後同じぐらいの感覚で、リアシートもねすごく快適です。シートいいですし、着座ポジションもいいしね。リアシートアレンジとかは少ないです。もうほんと前に倒せるだけなんだけれども、ちゃんと座ることをね考えて作ってくれているっていうのがねもう伝わってくる。もう座っていい感じ、もうほんとコンフォートなミドルセダンみたいな感じを受けますので、さあごめんなさい、グレード Z という人気であろうグレードが234万円なので、234万円でこれよりいいのっていうと難しいかなと思うぐらいのね。その辺がね装備とか割り切ってでも乗り味はしっかりみたいなところで、一般的なね国産車とは違うような商品規格なんでしょうね。で、あとそうね、何が挙げられるかっていうとあんまり思い浮かばないぐらいのね。意外ですよね。安いだけで作られた車ではなくて、なんかね上質感が重視されている。で、上質感が重視されている分だけね乗って面白いというのはそこまでではないというのが今日一日走ってきた、率直なところです。この辺りね、例えばステアリングのねフィールで言うと、グッと切ったままアクセル全開にするとか、全開で立ち上がるとか、あと普通に曲がる時とかもね
パワーステアリングが衝撃とか反力をね打ち消して、すごくね上品に感じられるような作りをしていると思います。あんまりね、余計な情報を伝えてこないタイプ、新しいタイプですよね。でこの辺りあった方が面白いって感じる自分からすると、そこまでじゃない。でも上質感あってね、すごくしっとりしてますね。ハンドルの皮の表面の触り心地とかはそこまで良くないです。一応本革とのことなんですけれども、ウレタンと本革の中間ぐらいの感覚かな。独特ですね。でこれがいろいろね乗っていて、このハンドルの表面の感じっていうのは影響してきます。やっぱりグリップ力に関係してきますから、手に力入れるかどうかっていうのはねすごく重要。こうやって握ってる時ね、手のひらでハンドルの反力の変化とかを感じるとか、それ感じて運転するって考えたらね、もうここの表面の感触っていうのはねもうすごく重要。でもねそうですね、ここは今一つ。でも車自体は落ち着きがあってね、かなり路面からの反力の変化とかを打ち消してくれるタイプだと思います。でそうね、いいところばっかり言っていてもしょうがないんで、ちょっと残念なポイントをいくつか挙げていきますね。残念なところで言うと、一番はエンジンですね。これもう完全に予想外。ホンダの4気筒 L15D というポート噴射のタイプで、一応スペック上は118馬力で、平均的なスペックですかね。トヨタの3気筒 1500cc が120馬力なので、同じぐらいで、質感かな。アイドリングから1500回転ぐらいはそんなにね振動目立たないというか、振動落ち着いています。カメラも多分ねブルブルする感じのが少なく映ってると思うんですね。でもひとたび回転数を上げると、2500回転から5000回転の間ぐらいで振動が盛り上がる。かなりねブイーンとね、ちょっとパドルシフトついてるんでね、パドルでちょっと上げていますね。今2速3500回転、だいぶ振動盛り上がりましたね。カメラも少し微振動増えてるかな。戻っちゃった。 S レンジにすると完全ホールドで走れますので、完全ホールドというかね、6000回転にとシフトアップしちゃったりとか、限度を超えるとシフトダウンするんですけれども、とりあえずねずっとマニュアルモードで走れる。でこれで走っていますと今3500回転ぐらい。すごくね CVT のレスポンス良くて、踏み始めの遅さは感じにくいのはある一方で、エンジンの振動は大きいですね。グワーブワーってのがきますね。で同じように音もねかなり迫力があります。迫力と言ったらいい、言葉は聞こえいいですけれども、うるさいかな。ただホンダの車ね、フリードとかフィットとかでもそうですし、ガソリンモデルはねちょっとどうしてもエンジンの音大きいのが多いので、同じような感じでは同じような感じですかね。でもその中でもね結構目立つかなっていうのはあります。ちょっと踏んでいきましょうか。車線変えますね。今ね5500回転ぐらいまで回ったところで、あの感じのね音です。そこですかね。あと細かいところをちょっと上げますね。詳しくはちょっとネガティブな小ネタという動画で、もしかしたらね買う買わないに参考になるかもしれない動画を上げますので、とりあえずね今思いついたところを一つ、フロントシートのランバーサポートが結構ね盛り上がっています。背中の真ん中から下のぐらいのところがねぐっと張り出していて、シート全体に体を預けて座ろうとするとかなりねおへそを前に出して座るような形になります。ホンダもね、一時期このタイプが多かったんですね。オデッセイとかもそうだったかな。でも新しいフリードなんかですと座ってみた感じすっぽりね、シートバッグの後ろすっぽり包まれるような作りしてましたから、ちょっとねこれが世代的にねランバーサポートが張り出している世代のホンダ車なのかなと。ここが少し人を選びますかね。自分はあんまり好きじゃないタイプです。でもそれぐらいかな。ごめんなさい、最後に一つ付け加えさせてください。ブレーキがねすごくいい。フロントサスペンションがじわっとした動きなんでね、伸び縮みコントロールしやすいですし、市街地とか走ってる時ね、ゆっくり走ってる時の抜いてくる操作、ちょっと今停止しますのであれです。停止しますね。停止なんかも
すごくね、落ち着いて止まれます。もう、何も考えずにね、100発100中ぐらいの感じでね、ちょっと今抜きます。4、3、2、1、0。すごくね、扱いやすい。これは、運転手も嬉しいですし、同乗者も嬉しいですね。特に同乗してる方が気になるのかな。といったところでね、軽くまとめていきます。ハンドル周り、乗り心地、サスペンションの動き方、あと前後のバランス。このあたりね、WRV のすごくいいところかなと。で、装備とか多少ね、割り切った分のコストがそっちに行っている。決してね、安いと言われますけど、安い車ではないと思います。ただそこが重視されている。で、ちょっと残念に思ったのが、ボディのね、外板とかでもしかしたらインド生産の影響があるのかもしれないところがいくつか。それから、シートがちょっと前の世代のホンダ車的。あとは、エンジンの振動等々、それから静粛性といったところでしょうかね。では、この動画は以上になります。すいません、できましたらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。